慶應義塾大学医学部予防医学校舎。宮田教授は2015年に医療政策管理学教室の教室長に就任しました。電子カルテや診断群分類など、私たちが病院で診療を受けることで日々蓄積されていく医療データ、さらに宮田教授が発足メンバーの一人でもある学会主導の臨床データベース NCD、 こうしたビッグデータを活用して医療の質向上を目指す、それが宮田教授の重要な仕事の一つです。多様な医療データから社会の未来を描くデータサイエンスの第一人者、宮田裕章教授。ビッグデータに潜む普遍性を読み解く日々の中で、教授が見出す刹那の美とは。クレイジーなこんな格好する人いないじゃないですか。篠田景樹か宮田かぐらいなんか、ファッションのプロフェッショナルたちはもうみんな黒いです。こういう色の暴力寄りっていうのも結構あってもいいのかな。これはガチ古着です、ね。本当だ。で下は一緒に今仕事をしてる蜷川さんのデザイン作った蜷川の色が爆発してるやつで、これ上はキリルっていう日本のデザイナーで、セックスピストルズのマルコム・マクラーレンが作って、初期にやってたセディショナリーズの復刻みたいなのを今シーズンやったので、だからちょっと今シーズン感を出しつつ、こういうで、これは古着で、下はバレンシアガです。バレンシアガのデニムで靴もバレンシアガ。例えば髪の色一つ染めたことで、例えば肩書きを持っていても、もうそれをなんていうかな、認めない的な人、いっぱいいますよ。今もいます。今もいっぱいいます。そうですか。そうですよ。だいぶ変わってきたとは思いますけどね。そのあたりはやっぱりこのやっぱりファッションやっているだけでとかで、あるいは自分自身がいろいろな表現を取ることによって、ある分野の人から見れば気に食わないっていうことはいっぱいあるわけですよね。あいつはだからもうこの分野を見限ったのかとか、研究者としてこの分野からもう終わりだとかですね、そういう自分のこの直線的な物差しの中でしか評価しない、外れたものを排除しようとするっていう人は常にいます。私自身はいろいろなことをチャレンジして、その重ねた中でできることっていうことを思考しているけれども、やっぱりその分野からちょっとずれた時にやはりとてもネガティブに思う人たちはやっぱ常にいるので。宮田さんはスーツをお召しになることってあるんですか？ありますね。持ってるスーツは実は3ピースが多いんですよ。ジレ、ベスト、いろいろな言い方がありますけど、それも入れた3ピースのこの装いっていうのが実は自分の中では結構エレガントで好きだったりする感じですね。これはシリコンバレーの人たちが言ってたんですけども、やっぱりスーツを着てるとある種楽な部分もあったらしいんですよね。もう素材でもうお金のなんていうのか持ってるかどうかとかっていう権威があるから、大したこと言ってなくても、いいスーツを着て喋ると圧があると。でもみんな T シャツみたいになってきた瞬間に、もう自分の言葉だけで勝負しなくちゃいけなくなるんだっていう。でそれがやっぱりシリコンバレーの人たちが T シャツとかジーンズに流れたのは楽だからっ
っていうことと、やっぱりその発言そのもので勝負しなくちゃいけないっていうこと、でもちろん既得のいわゆる東海岸に対する西海岸のアンチテーゼとかいろいろなものが重なっていったとは思うんですけども、ある種なんていうか必然でもあったわけですよね。でこれがやっぱりデジタルによってこの社会を変えていくっていった時に、日本もやっぱりこの失われた30年っていうふうに言われてるんですけど、そのものづくり文化の時に作ったいろいろなこの型とお作法とパターンにとらわれずにものを見るっていうことがすごくやっぱり大事なんじゃないかってみんなが思い始めたところに、ある種こういうなんでしょうね、変わったものっていうものも受け入れなきゃいけないっていう社会的認知は高まってるんだと思います。そういう意味では25年前私が学生だった頃と今ではやっぱだいぶ違いますよね。違いますよね。だからそういう時代状況の中である種こうなんだろうな、変わった格好をするっていうことに対しての一定のリスペクトと意味を見出してくれる人たちが増えたのは間違いないです。でもスーツ自体を全く否定してるっていうわけじゃなくて、ドレスコードも実は本来あるこうなんていうのか制約の中で個性をいかに豊かに表現するかっていうのが本来的なドレスコードなんですけども、日本のやっぱり学校とかあるいは会社は個性を刈り取ることにいい意義を見出しているようなことが多いので、これがやっぱり根本的なやっぱ教育の課題なんじゃないかな。なのでドレスコードなしの私服文化もいいんですけど、ドレスコードがあった状態で一人一人の個性を表現するっていうことも、学校や企業とかそういう集まりではやった方がいい気がしますね。だからスーツの中でのやっぱり個性的な装いっていうのもすごく大事だと思います。ずっと大事にしてるのはエディ・スリマンがディオール・オムの時に作ってためっちゃ細いやつなんですけども、ただもはやそれ高速具なんで座れないんですよもう座れないです。座ったら破れちゃう。破れはしないですけどすっごくもうなんでしょうね、タイト的な世の中の流れが一番エクストリームの時のやつなんで、本当にパツパツで履くのも大変じゃないですか。切れます。まだ切れますけど、一番でも細い時に作ったやつは本当に死ぬぐらいきついですけどね。だから今世の中自体は e コマース時代に入ったんで、タイとユニクロも実は2サイズアップしてるんですよ、ベースのやつで。なんでかっていうと返品率が低いんですよ。で昔はビッグシルエットすっごいダサかったんですけども、今実はいわゆるバレンシアガデムナバザリアでビッグシルエットの大きな流れができた上で、実はスタンダードの軸がちょいビッグになってるんですね。でそれは着心地の緩さっていうのもありつつも、ビジネス的な返品率の低さもあって、全体的なシルエットがちょい緩にいってるんです。でそんな時に2000なんでしょうね、5から10年ぐらいがエクストリームなスキニーの頃頃の服も持ってるんですけどもう本当に不快感しかないぐらいすっごいタイト。それがまだ着られる。着ます。この間バンキシャに出た時に、2007年のエディ・スリマンのすっごいパツパツなタイトなダウンジャケットを着て出ましたけど、本当にもう肩動かないですよ。例えば学者の世界だともう英文論文査読付き原稿以外の行動は全部ゴミっていう価値観があるわけですよね。あるいは何でしょう、放送の世界で言えば世帯調律以外ゴミみたいな人たちもいるわけですよね。でその放送が社会に対して一体どんなインパクトがあったのかとか、いろんな要素が本来あるわけじゃないですか。見えやすいその
ものだけでこう見て、でまあ放送自体の在り方がこう YouTube とかいろいろ TikTok が出てきても相対的に変わった中で、それでも今なおかつ何を届けるかっていう問いに直面してるわけですよね。だからそのある時代はテレビ全盛の時代ではまさに視聴率主義みたいな人たちがわーっていてもうそれ以外ゴミだみたいなっていう人たちがいたように、学術界にもですねいろいろアート界にもいろいろなこうエンタメ業界にもそういうこうなんていうか自分たちの価値観以外でものを見ない人たちがいるわけですよね。そこに迎合しようとするとやっぱりもうブレまくるしかないので、ただみんなに好まれる中で何をするかっていうよりは、一定の分かり合えなさっていうのがもちろんあった上で、それでもなおどういう活動をするのかっていうことをやっぱ考えることかな。日本はやはりこう島国の中で言葉もかなり世界からちょっと離れていてっていう同質性を作る圧力があるんですよね。でその中でやっぱりこうなんでしょうね、デジタル化自体は特にこう未来とのつながりとかそういう意味においては Z 世代アルファ世代の若者たちにはすごく大きな能力共感力というのは育んだんですが、その共感力の強さが時に同調圧力になって彼らを苦しめることもあって、多様性って言いつつもなかなかやっぱりこう変わったことができないっていうそれは変わらないんですね。ところにやっぱまだとどまってるみたい。とどまってるっていうとちょっとこちらが正しいっていう階層意識に聞こえちゃうので、言葉を変えた方がいいかもしれないですけど、ただやっぱりサステイナビリティに対する感覚っていうのは若者世代にはすごく広まっていて、むしろ本当に彼らの方が圧倒的に感覚を持ってるんですけども、多様であることっていうことにはなかなかまだ難しさがあるみたいなんですよね。だからこそある種私自身もリスクを取ってそこに対するこうエクストリームな一石を置くっていうことによりこう意識を持って装うように最近はしてるかなっていう気がします。昔はもう少しこう同調圧力に寄せる格好もたくさんしてたんですけど、少しマイルドだったんですね。マイルドにしながらちょっと尖る部分っていうのをどこら辺に置くかっていうのをかなり加減しているような、なんか私服とこのなんでしょうね、そういったフォーマルの場に出る服装っていうものをかなり強く変えてたんですけど、最近はあえて変化させないようにしてるっていうところはあります。それは認知もだんだんされてきたからですか？それももちろんありますね、あります。ある程度やっぱり難しいところですね。この組織の中のどういう役割で仕事をするかっていったところで、やっぱりこう同調というのか、その組織カラーそのものに寄り添うべき部分もあるわけですよね。ある種こうなんでしょうね、教授というポジションになりその組織のカラーを自分で表現しなくちゃいけないっていうようなことになっていった時には、逆にそこで個性が求められるようになってきているので、それは人によっては苦しい余白かもしれないですけども、ファッションということで考えればとても面白い余白かなとは思ってますけどね。結構ファッションって奥深いですよね。いや面白いですよ。面白いですよね。ファッションはなんていうのかなんでしょうね。研究やってると普遍的なものだけを求めがちなんですけども、やっぱり刹那の美っていうのもあって、でファッションのすごい奥深いところは直前までこれクソダサいなって思ってたものが突然なんかかっこよくなったりするとか、であるいはこれはもう一生着るぞと、もう2着買っちゃおうって思った瞬間にどうでもよくなったりしてですね、でもうこれ着れない、もうこれはちょっともう飽きましたみたいになったりもしたりして、その刹那の中にもなんだか知らないけど普遍の美があったりするっていう。で私のバイブルの一つは枕草子で、清少納言のやっぱこの瞬間の美っていうのがファッションにすごいつながるんですよね。中宮廷士清少納言がいた
あのサロンがやっぱり日本の歴代最もおしゃれな人たちの集まりでですね、で彼女たちは多分奈良でバーって発散したところが平安でこうギュッてこう収束した時にいろいろな濃いものが生まれたんですよね。春って言えば、昔から花なわけですよ。桜があってとか、花が咲きますって春。あけぼのって言ったんですよ、あの人たちは。春って「いやいやあけぼのです」ってあけぼのと言わないで、春といえばあけぼのですって、あけぼのなわけないんですよ。春は花なんです。命の息吹やじゃなくて、いやあけぼのなんですよって、このようようと白くなる山際から光がふわっときて、こういわゆる命が停滞する冬が終わって芽吹くいていく、あの命の輝きの喜びっていうのが、あけぼのに光がスッと差してきた時こそ一番おしゃれに感じませんかっていうのが枕草子。一瞬をつかんだファッション的な美意識なんですけども、それがやっぱ普遍的でもあったりしてっていうところに、ファッションの面白さにすごいつながるのが枕草子だなって勝手に思ってます。答えを急がず、輪郭のにじむ世界に静かに光を当てていくこと、感性で普遍性を知覚し、ロジックでその構造を携えて自ら多様性を生きる。宮田裕章という存在そのものが一つの答えなのかもしれません。でもそのジャケットもすごくいいですね。そうですね。これは実は古着じゃなくて、そのデムナのバレンシアガですね。やっぱりこう綺麗ですよね。そうなんですよ。なんかただでかいっていうだけじゃなくて、この肩の落とし方とかサイズ感とかすごい面白いです。こちらがバレンシアガで。バレンシアガ。で中のインナーは？これはコムデ・ギャルソンですね。コムデ・ギャルソン。はい。でこれは古着。古着。これも古着。パンツは古着。はい。で靴はバレンシアガ。